本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。あと3分ほどで上演を開始いたします。どうぞお席についてお待ちくださいませ。またお席にはパンフレット、チラシ、アンケート用紙が一部ずつございます。もしどれか足りないお客様がいらっしゃいましたら、広報のスタッフにお尋ねください。公演中の入退室はできるだけお静かにお願いいたします。それではもう間もなくです。どうぞ最後までお楽しみください。皆さんこんにちは。本日はナードグラフィー劇場にご来場いただきありがとうございます。私、青山出版の高梨と申します。本日私はあの大人気ミステリー作家の舎人先生のお宅を訪ねる予定なんです。でもここだけの話、舎人先生最近スランプ気味みたいで、担当編集者の私がしっかりと原稿を上げてもらえるように頑張らないと。皆さん、舎人先生はかなりマナーに厳しい方なので、失礼のないようにお願いしますね。公演中、携帯電話をマナーモードにするか、電源を切って音の鳴らないよう設定をお願いいたします。フラッシュを使用しての撮影はご遠慮ください。フラッシュなしの撮影は大歓迎です。もしよろしければ、後ほど SNS なんかで宣伝していただけるととってもありがたいです。感染症対策のためマスクはしっかりとつけたままでお願いしますね。椅子の上に置いてあるパンフレットとチラシはそのままお持ち帰りください。アンケート用紙はお帰りの際に回収いたします。で、そろそろ打ち合わせ時間に遅れちゃう。それじゃあ皆さんまた後で。
どうぞかけてくれ。よし、座ったな。それでは、そうだな。まあ皆さんもちろんご存知だと思うが、一応自己紹介しておこうかな。僕の名前はトネリ。巷では殺さないミステリー作家なんて呼ばれている。まあ皆さんもちろん一度は本屋や図書館なんかで見かけたことがあると思うが、随分反応が淡白。ない。嘘。直木賞も取ったんだけどな。マジか。まあ近年では読書家と呼ばれている人も減ってきているというしね。まあ致し方がないことなのかもしれない。それにミステリーなんていうジャンルは特にといけない。つい脱線するところだった。ついつい本題から外れてしまうのが僕の悪い癖でね。何より今日はそんな話をするために集まってもらったわけじゃない。前日僕が体験したちょっと不思議な事件について聞いてもらおうと思ってね。あれはそうだな。もし本にするとしたら書き出しはこんな感じだよ。それは何の変哲もない、いつものように原稿の締め切りに追われていたある日の昼下がりのことだった。短編ならいけるって言うからお願いしたの。あの時は書けそうな気がしたんだよ。そうだ、高梨君、何か面白い話聞いてくれよ。そしたら何かパッと見たかも。甘えないでください。私担当する作家さんが増えてめちゃくちゃ忙しいんです。舎人先生一人に避ける時間はないんですよ。どうせ僕なんて旬が過ぎた作家さ。それに加えスランプ中だ。生きてる価値なんてない。どうしてそういう思考回路になるんです？どうせ君だって僕のことを見捨てるんだろ。最近は飛ぶ鳥を落とす勢いの新人ミステリー作家に熱を上げているそうじゃないか。近橋先生のことですか？ああ、そんな名前だ。しか橋だかくちばしだか。雑誌で見たけどすかした顔して気に食わないな。舎人先生と違ってきっちり締め切りを守ってくださる真面目な方です。お若いのにしっかりされてますよ。だってそいつのストーリー山ほど人が死ぬだけじゃん。そんな簡単な内容でいいね。僕だって2日で書けるわ。いや1日かよ。直木賞を取った作家の言葉とは思えませんね。本当のこと言って何が悪い。商工サイトのレビューでも見てみね。ボロクソに言われてるから。ああやって言ってるけど、そろそろ本当に新作が出せないとまずい。どうにか書いてもらわないと。「
せ。そろそろ殺さないミステリー作家っていう肩書きやめませんか？そのせいで書けるものの幅が狭まっているというか、アイデアが枯渇してしまっているというか。それだけは絶対にやめだ。嘘。そういうのは違うんじゃない。言葉ってもはもっと心の底から組み上げるべきだろう。安くりすぎなんだよ。紙くずのように人が知るだけのミステリーは飽き飽きだ。朝飯前だが主義に反するの考えても仕方ないさ。心の闇を暴け謎解きの先まで。スイングな事件でハイにならせて心を躍らせて、ナイスなトリックに今日も酔わせる強めのアルコール。バラードじゃ物足りないわ。僕には役不足さ。実質に一人いいんじゃない。相対する PC に選んでハッピー型で命を紡いでる。積んでおけばいいんじゃない。中身のない小説、そのサスペンスの顛末を知りたいな。リアリティにかけて陳腐なアマチュアゲイ、右に習う意味もないさ。心のままに描く僕だけのミステリー。タイトな期日に思いを巡らせ、君は不安げだが、僕のペースに今日も任せて終わらぬアンコール。バラードじゃ物足りないわ。僕には役不足さ。スマホいじってる。すいません。で、何でしたっけ？次のミステリーの題材はどうして子供はピーマンが苦手なのかでしたっけ？許せ。僕がこんなに歌って踊って悩み苦しんでいるというのに、お前のところ出版社についてツイッターであることないことつぶやいている。そういう意地の悪いことするから次々と担当者が逃げ出すんですよ。ぱったり連絡が途絶えた人もいて、こっちは迷惑してるんです。それはあいつらが根性なしなだけだ。まあ、お二人とも落ち着いてくださいな。こんな時こそ温かいハーブティーなんていかがですか？椎名さん、煮詰まった時は気分転換のできる飲み物が一番。そうでしょ？さすがカリスマ家政婦、分かってるね。本日はローズマリーとペパーミントのブレンドです。気分をシャキッとさせて憂鬱な気持ちを取り払ってくれるんですよ。まさに今の僕が必要としているものだ。そういえば椎名さん、今日は縄文埴輪をめでる会の集まりがあるんですよね。先生から聞きました。そうなんですよ。ちょっと見てください、これ。よっ。先日の会で作ったんですけど、意外とよくできてると思いません？自分で言うのもなんですけどこの丸っこくて可愛らしいフォルムがたまらない。ごめんなさい。なので今日は早めに上がらせていただきますね。先生、お夕飯は冷蔵庫に入れておきましたので温めて召し上がってください。ありがとう。心置きなく楽しんできてくれ。はい、ありがとうございます。それでは失礼いたします。高梨君、はい。そもそも縄文埴輪をめでる会って何？いや、知らないです。やっぱり変わってるな。まあ彼女にはいつも迷惑をかけっぱなしだからね。たまには好きなことをしてリフレッシュしてもらわないと。そういう気遣いを私にもいただきたいですね。嫌な言い方をするなよ。それより早く飲まないと冷めてしまうよ。そうでした。いただきます。
これにも砂糖入れるの？本当に甘党だよね。いちいちうるさいですね。この仕事は糖分を摂取しないとやってられないんですよ。おいしい。ペパーミントの爽やかさがすごくいいアクセントになってる。さすが椎名君のブレンドは外れがない。そういえば彼女、前職は銀行員でしたっけ？そんな人の再就職先が家政婦なんて畑違いすぎません？人生いろいろあるからね。僕もこの仕事がダメになったら何になろうかって時々思うよ。ミジンコはいかがですか？バカにしてるな。その反対です。先生は小説家が天職なんです。それ以外考えられません。高梨君。だから余計なことを考えないで。おい、どうした？高梨君。おい。嘘だろ、冗談はよせよ。分かった。血中の糖分濃度が低下したんだ。それでこんなことになっているんだろ。なあ、高梨君、起き上がれよ。そうだ、君、僕に1000円返してねえだろ。あの日、病院の帰り道、君と行った高級なカフェで、君はもうこれで糖分を控えるからと言って、僕に1000円もする季節のケーキをせびってな。その時、僕は君のことを不憫に思ってあんなことおごるなんていうめったにないことをしてやったというのに、君と来たらあの後も全然飲む。先生。高梨君、おい、冗談じゃないのか？嘘だろ。本当に死んでしまったのか？一体どうなっているんだ？私の強さは地球の地盤と同じ。山だって持てる、それが私の証。この手で推理作家協会賞もいただくさ。売れるためになら何でもやる。会で作ってアイディアを。でもここではまるで探すと綱渡りしてるんだ。この胸の赤さ首筋越えられない不安が。でもわかる、逃げれば消える私の価値が。このままじゃいつの日かわずかな刺激で崩れるかも。いつしか全然増してくプレッシャー、心がパンパンパンと弾けそう。任せて信じて大丈夫。素早く作品かけなきゃ私の価値はないの。負けない、それでもどんどん増してくプレッシャー。止まらずチクタク追いかけてくるの。任せて信じて大丈夫。ずっとそうやってきたのに、どうしてこんなことに。おかしいよ、本当はこうやって起きた3時の不安が募る。目の前に倒れた高梨置いて逃げ出したい。だがそんなことをしてはいけないんだと。ドミノ倒しのように悪循環が続いてしまう。ミステリー作家の家で担当編集者が返信。おいよ、シャレにならないぞ。マスコミだって面白おかしく騒ぎ立てる。先生、言い忘れてました。明日のことなんですけど。椎名君、どうしたんですか、そんな青ざめた顔して。って高梨さん。死んでる。先生、まさか。僕はやってない。これを飲んだら急に苦しみ出して。そんな。何はともあれ救急車を呼ばないと。くそ、手が震えてうまく打てねえ。番号って184だよっけか。それは非通知でかけたい時に押すやつ。じゃあ911。それアメリカの緊急電話番号。っていうかまず警察か。ちょっとスマホ貸してください。僕のスマホ通報するのは待ってください。今の状況だと私が容疑者になってしまいます。なんで？だってあのハーブティーを入れてお出ししたのは私なんですよ。それを飲んで高梨さんは
死んでしまったんでしょ。それはそうだが、これは何かの罠に違いありません。先生と私を陥れるための。陥れるって誰がそんなことができる？この家には僕たち3人の子が誰もいなかったんだぞ。いいえ、もしかしたらこの家には他に誰かいるのかもしれません。何を言い出したと思えば。思い返すと、ここ数日おかしなことがあったんです。おかしなことって例えばやけにファンデーションのノリが良くなったり。そうです、肌もワントーン明るくなったような。もしかして化粧下地を変えたんじゃない？そうだった。女の子ってほんと楽しい。キャメ東京って違うだろ。今日トンじゃないよな。ことの重大さ分かってる。人が死んでるんだぞ。何がキャンメイク東京だよ。そうですよね。すみません、私ったら。一緒に悪ふざけした僕も悪いから、2人で高梨君に謝るよ。高梨さん、ごめんなさい。ダメだ、やっぱり死んでるか。先生、今こそ推理作家の本領を発揮する機会ですよ。鮮やかに推理をして犯人を探し出しましょう。はは、無理だって。僕は人が死ぬストーリー専門外だな。今すぐ作家やめちまえ。ひどい。とりあえず状況を整理しますよ。まず私も先生も高梨さんを殺していない。これは外部犯の犯行だと仮定します。一体どうやったっていうんだ。一番怪しいのはやはりこのハーブティー。この茶葉は差し入れでいただいたもので、今朝初めて封を開けたんです。差し入れ？先週書店でサイン会されたじゃないですか。その時にファンの方からいただいたんですよ。怪しいものは全部高梨さんがチェックしてくださったようですが、未開封の食品までは確かめられませんから。なんでチェックする必要があるんだ？本当に世間知らずですね。ぬいぐるみに盗聴器を仕掛けたり、置物に盗撮用のカメラを仕掛けるやつがいるんですよ。嘘でしょ。女2人で男の生活を覗き見て、一体何が楽しいっていうんだ。一部のマニアックな層には受けるんじゃないですか。ちょっと思ったんだけどさ、もしそのプレゼントに毒が混入していたとしたら、それは僕を狙っていたということだよな。普通に考えれば。じゃあ高梨君は僕の代わりに殺されてしまったかもしれないんだよね。ですが、それだと疑問がいくつか残ります。どういう？一つ目の謎は、なぜ彼女だけこの部屋で毒入りのお茶を飲んで死んでしまったのか。なるほど。僕と高梨君は2人とも同じ紅茶を飲んだのに、僕はこうして生きている。そうですよ。そんなこともっと早く気づいてください。でもなぜ？理由は簡単。あの茶葉には毒など入っていなかったのだから。さあ犯人は誰？あなたの手で導いて。だって君の目の前で全て起こったのだから。さあ犯人は誰？きっと答えは潜んでる。二人で探しましょう、この事件の終わりを。二つ目の謎は、椎名君、何ですか？もう推理の途中ですよ。僕分かっちゃったかもしれない。あら、やっと頭が冴えてきましたか。しょうがないですね。ここは先生に花を譲って差し上げましょうか。ではどうぞ。ありがとう。では僕の推理だが、あの茶葉に毒は入っていなかったんだよ。そうだろ？それはさっき言ったばかりでしょ、このポンコツが。いや、高梨さんが嘆くのも分かりました。本当にひどいスランプですね。だってさ、ずっと死体が目に入るんだもん。調子出ないよ。もうやっぱ警察呼ぼうよ。素人が詐欺なんかしてもうギャーギャー騒がないでください。みっともない。やっと私の気持ちが乗ってきたところなのに。とんだサイコパスがいる。話を戻しましょう。一つの恐ろしい可能性が
今私の中に浮かんでいます。え、狙われていたのは先生ではなく高梨さんだった。なんで？わかりませんよ。でも考えてみてください。この部屋には高梨さんしか手をつけないものがあるじゃないですか。高梨君の資料。あ、角砂糖だ。そうです。私と先生は飲み物はストレート派、高梨さんは極度の甘党。でも待て、その角砂糖って。ええ、彼女が自ら買ってきたものだよね。彼女、自分のこだわりの砂糖のブランドがあるからとか言って自分製のシュガーポット置いてってるよ。ますます意味がわからなくなってきた。これじゃ外部の人間に犯行は無理ってことじゃないか。仕方ありませんね。思い思いこれまでの推理から結論を導き出しましょう。それでは高梨さんを殺した犯人は先生です。やっぱりそうなるよな。これしか考えられません。いや、僕じゃないよ。は？私だって違いますよ。だって動機がないもん。彼女とは仕事しやすいし、わがまま聞いてもらってめちゃくちゃ感謝してるし。私だって恨む理由なんてありません。たまに顔合わせておしゃべりするぐらいなんですから。でもその角砂糖シュガーポットに移したのは君だよな。その時になんかこうあれしてうまいことしてこうなったんじゃないのか。文章のプロのくせに恐ろしいような説明下手だな。なんだと君だって家政婦のくせにめちゃくちゃ可愛いじゃないか。は？急に惚れること言うよ。いや違う。君には高梨君を殺す動機がある。何を急に？高梨君を疑っていたんだ。なぜ銀行員だった君の再就職先が家政婦なのかなって。はあ、それで？聡明な彼女のことだからもう少しで真相にたどり着いたかもしれないな。まさかそんなはずは。4年前帝都銀行で起きた5億円横領事件。世間を探し大金ごと姿をくらまして女銀行員が君だ。でも先生、あなただって指名手配犯をかくまっているんですから、バレたら大変なことになりますよ。僕はノーダメージさ。君に弱みを握られていたとか脅されていたとか言えばいい。なんとでもなる。それならお屋敷の地下にある秘密部屋のことはどうなんですか？なんだと？あの中に何が入っているか。ああ、高梨さんにバレたらどうなるでしょうね。君は中を見たのか？いや、見てないんですけど。見てないんかい。すんでが甘いな。どうせ先生のことだから、いやらしいグッズばっかり入ってるでしょ。けもらしいあっち行け。なんで？そんなんだからモテないんですよ。モテるし、インスタでモデルからめちゃくちゃ DM 来るし。ああ、どうせ売名目的な女ばっかりですよ。利用されてすぐ捨てられるんです。マジかよ、畜生騙されるところだった。ダメだよ、僕たち2人とも怪しすぎる。このままだとどちらかが高確率で捕まりますね。ぶっちゃけシナ君の方がいろいろとやばいと思うけどね。では一つ提案なのですが、高梨さんが死んだことを隠せばいいんじゃないですか？君何を言ってる？だってこのことを知ってるのは私と先生の2人だけですよ。あなたもこんなことで作家人生を終わらせたくないでしょ。これから地位や名誉だってもっと得ることができるのにもったいないですよ。それは確かにそうだな。嘘でしょ。そういえばお屋敷の裏にある山って全部先生のものなんですよね。ああ、僕以外は誰も許可なしに立ち入れないよ。そうなんですか。いや、絶好の隠し場所って案外近くにあるものなんですね。やるか。やばい。高梨くん。あら、死んでなかったんですか？違う、これは。なるほど、今までの会話を全て聞かれていたということか。あ、これは困りましたね。私何も見てません。何も聞いてません。とか言ってますけど、どうします先生？それはもちろん決まってるだろう。いた。はい、逆ドッキリ大成功。やったー！イエーイ！は？これ
すぎてこれがドッキリだとすぐ分かっちゃったよ。じゃあ2人はずっと騙されたふりしてたってことですか？そういうこと。君の作戦に面白そうだから乗っかってやろうって。ああ、もうびっくりした。私最初本当に死んでるかと思ったんですよ。先生がスマホにこれは高梨君が仕掛けたドッキリだっていう少年見せてくれなきゃ外に飛び出すところでした。ああ、最悪その時点でバレてたんですか？体張りすぎだよ。本当に警察や救急車に呼ばれていたらどうするつもりだったらさ、学級でしたじゃなかったよ。だって作品は作家と編集者の二人三脚で作っていくものなのに、それなのに私が担当になった途端先生全然書けなくなってしまったから、そんなの自分の力不足だって思うじゃないですか。だから何とかして先生のインスピレーションを刺激することができないかって考えたんですけど、頭の悪い私にはこれしか。ごめん、まさか君がそんなに思い詰めていたなんて。君の気持ちは伝わった。甘えていた僕は悪い。これからは心を入れ替えて本気で書くから約束するよ。本当ですか？もちろんだ。必ず締め切りに間に合わせる。ミリ先生、関東になった日から素敵な作品期待されたのに、今日はなんだか書けそうな、昨日も同じこと言ってましたよね。二人の歩みが全然揃わない。ああ、今日もまた原稿上がるかな。ああ、今日もまた彼は船を取る。始めた頃から関係性はいろいろ変わってしまったけれど、これまで共に情熱を追いかけやってきた二人の努力と瞑想がついに成果生み出す。今日も二人の作業を見守ろう。ああ、今日もまた彼は船を取る。深い夜霧に紛れているよね。ミステリーさは孤独なものさ。それでも君の優しさが変わらずそばにいてくれて、まだ見ぬ謎が今も僕を呼んでる。ああ、今日もまた僕は船を取る。ああ、今日もまた僕は船を取る。
新人ミステリー作家はよく使う手だよな。急に何を。明かそうとしても無駄だ。僕はライバルの作品は全部読み込んでいるからね。しかしが去年出した短編集に似たようなのがあったよな。君は単純すぎるんだ。僕の愛するミステリーをもっと大切に扱ってくれ。まあ先生、裏若き女の子が先生のために頑張ってくれたんですから、多めに見て差し上げましょうよ。そういえば椎名さんの方がノリノリで推理してましたよね。しかも結構的確でしたし。あら、そうでしたか。はいとこつくなよ。僕は人が死んでしまうと調子が狂うんだ。でも死ぬ演技を見破られていたのは悔しいな。頑張ったんですけど、無理に決まってるだろう。全然違うんだから。何が違うんです？いろいろあるがまずはそうだな、死ぬ間際の表情さ。人間がほど切れるとき目は口より物語る。視線は宙をさまよいどうこうカット三大師。恐ろしいけど瞳に宿る光も徐々に失われ。やけにリアルですね。って思うわけ。嫌だな、これ僕の想像だよ。そうだ、トイレだよ、トイレ。ずっと行きたかったトイレ、トイレだ。僕はもう我慢できないよ。ねえ高梨さん、はい。先生が私の秘密を暴露した時びっくりしたでしょ。当たり前ですよ。死んだふりするの忘れましたもん。あの横領事件、当時すごく騒がれましたよね。でもまさか椎名さんが犯人なわけ。まだ疑ってるんですか。いえ、そういうわけでは。私に横領なんて大それた真似できませんよ。自分で言うのもなんですけど、仕事が全然できないダメダメ銀行員だったんです。椎名さんが想像できないですけど。最後は不良宣告されたも同然、会社を追い出されました。まあどん底を味わいましたけど、人生は一度きりでしょ。だからせっかくなら何か全く違うことをやってみようと思って家政婦になったんです。そうだったんですか。ご苦労されたんですね。まさかこんな変わり者の先生のお宅に働きに来るなんて思ってもみなかったですけど。先生のお世話は椎名さんにしかできないですよ。いろいろ大変なこともありますけど、この仕事なかなか興味深いんですよ。家庭の複雑な事情とか人の醜い裏表とか毎日観察できますから。夕暮れ灯る家の日はどこかあなたに似ているわ。懐かしいけど切なくて、あったかいけど寂しくて、不思議なものね人生なんて。偶然さえも運命に変わる。きっと幸せ、涙も幸せ、人の心は揺れて燃えて、裏も表もすべてが見えるの。醜さも愛しくて命、あなた色。人の心を覗いてみれば蜜の味。ハーブティーよりも香ばしいんです。そらそらやだ。もうすごい。笑顔の裏にシュガーがいた。人生って本当ドラマチックですね。私とんだ失礼を。
る言葉の数よりもそのペン先で語る人、本を100遍読むよりも見つめてわかる人となり、離さないでね、そばに置いてね、あなたのために働く私、きっと幸せ、涙も幸せ、心の中に秘密ほどく、きっと誰もが抱えているの、複雑に絡み合うだけど美しい。何回ミステリー、それは果てない
巡らせる瞬く暇さえもなく刻々とただ時が過ぎてゆくミントごろがしましない明快ディスティニーひらめくとき解けない謎などない答えはすでに目の前にある知られざる真実を解き放つんだ以上で2022年度ナートグラフィー青山祭公演ぬり先生の愛しきミステリは終演になります。お帰りの際はメンバーの励みとなりますのでお手元のアンケートをご記入いただきスタッフにお渡しください。また A1 グランプリの投票フォームの QR コードを用意しておりますのでもしよろしければ投票にご協力いただきますようお願いいたします。改めて本日ご来場いただきまして誠にありがとうございました。お忘れ物などないようお気をつけてお帰りくださいませ。ありがとうございました。ゆっくり書いてくれていいんだよ。僕の筆は遅いからね。なんだいその目は。もう砂糖、糖分を摂取するのは控えるんだぞ。糖分を取らないとやってられないんですよ。僕のせいだって言いたいかい。ああ、また持ってきて。いや、俺も。僕はいいよ。僕はいらない。ストレートだって何回言えばわかるんだい。昨日は絨毯がしゃくしゃかめっちゃが大変だったんだ。でも今日は全部つなげたよ。裏でガムテープで留めてあるんだ。全部つながった。昨日は何もつながってなかったからな。あっちゃこっちゃいって大変だったんだ。絨毯はいいものを買うべきだね。
にお金を使ってユータの時はもういいかと思ったの。ちゃんとお金を使う時には使うべきだよ。作業はされなくていいですか？後で今はいいんだ。締め切り4日なんですよ。じゃああと4日だろ。4日って96時間もあるじゃないか。待てるって。まあ最悪つまらないミステリーを2日で書き、いや1日で書き上げる。僕の名義では経歴にお点がつく。別名義で書く。代わりに載せてくれ。ありがとうございました。ありがとう。気をつけて帰ってくれ。ありがとうございました。リア君どうだった？僕はまだこんな感じで。ありがとうございました。君1000円返してねえだろ。早く返してもらう。何のことですか？何のこと責任だってさ、君に席おごったろ？おごったんだかい。あの時は上に今だって上におごってたらおごったんだけど、君あんから全然使うじゃん。使ってんじゃないですか。約束が違うから学校の妖怪ってやつ。そんなこと違うから一生懸命